こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、地図3枚目から6枚目まで探索し、天然物の桃色羊を見つけました。新たに踏破したバイオームは花の森林と白樺Mの2つです。順調に見つけにくいものが見つからなかったわね。で、持ち帰った黒曜石で、採掘速度を測る実験を開始します。まずはビーコンの採掘速度向上はなしで、効率強化5から。そして4分経過しました。いきなりピンチです。夕焼けが綺麗ね。今回は間に合いそうですが、次からは開始前に時計をきちんと確認するようにします。さすがに黒曜石100個では1回の実験が時間かかるわね。減らさないの？正直迷いましたが、やはり100個連続掘りで実験します。収録データから採掘秒数を読み取るときに、5秒刻みに読み取れると、十分に自信を持ってこの数値が出たと言えるんです。さて、ようやく2本目が終わりました。今の時刻は昼過ぎです。効率強化レベルの大きい方から実験しているので、すぐに次にかかったら終わる頃には夜が更けてしまいます。途中でモブに襲われたらやり直しになるものね。夜までの時間を活用すべく、木こりでリンゴ狩りに勤しみます。実は拠点に備蓄しているリンゴがもう4つまで減っていて、地上での木こりは予定に入れていました。つまり次に地下にこもるときは、上位の金リンゴを最低5つ作るまでこもるつもりなのね。こんな拠点の近くに廃校付き地下峡谷があったのか。うっかり落下する前に気づいちゃったわね。今まで気づくのに遅れたのは、拠点周辺はもともと森林で覆われて見通し悪かったからです。さて、そろそろおねんねし、採掘実験再開する頃合いです。葉っぱを残したまんまなの？1本分掘った頃にはちょうど葉っぱが消滅し、リンゴが落ちているんじゃないかと企んでいます。さて3本目が終わったところで、今度は昼を完全に過ぎており、採掘時間の伸び方がやばいです。そのうち朝から夕方までに収まらなくなりそうね。それはさておき取り残した葉っぱの場所に戻ってみたら、葉っぱは全部消滅済みで、かつアイテムも綺麗に消滅済みでした。実験時間がどんどん長くなっているものね。少しがっくりきたので、ここで気晴らしに丸1日リンゴ狩りに当てました。収穫できたリンゴは7個、これで当分足りそうです。さてここで、中断を挟んでゲーム再開しました。で、中断の間に、3回分の実測値と事前の机上計算値を比較してみたのですが、良いニュースと悪いニュースのどちらから聞きたいでしょうか。いいニュースは言わなくていいわよ。計測値と机上計算とにズレが出てしまいました。それも1箇所だけ、効率強化4の5秒差です。つまり黒曜石1つにつき 0.05 秒、机上計算がずれていたのね。ちなみに良いニュースは、1本分の 0.05 秒のズレしかなかった、つまり計算式がほぼ正しかったと裏付けられたことです。なおブロックの硬さは黒曜石は50で、8という数字は道具がダイヤの時の固有値です。さて4本目が終了。朝から開始していたのに。ここから先は夜通し実験できる環境がないと無理ね。というわけで次は採掘速度向上1の実験に移ることにしました。根本的な解決は後回しなのね。どういう対策するか、黒曜石を掘りながらじっくり考えます。そして19分後、再びピンチを迎えています。また夕方になっているじゃないの。リンゴ狩りでは空き時間が有効活用できなかったので、時間を惜しんで昼過ぎに次の実験を強行した次第です。乗り切った。半日時間を節約できました。ぶっちゃけ賭けだったわね。思っていた以上に怖かったです。次から自粛します。そして、ビーコンレベル1の4本を終えたところで、さすがに力尽きました。黒曜石掘るだけの簡単なお仕事なのに。
この実験ですでに黒曜石800個も掘っているんです。しかもまだ実験が半分以上残ってるし、これまで以上に時間がかかるものが残ってるし。ともかくゲーム中断前に、次の実験に備えてビーコンのレベルを2に上げます。さてゲーム再開しました。で、中断中にまた実測値と机上計算値を比較したのですが、新たに1箇所のズレが判明しました。また効率強化法が5秒ずれたのね。ズレの原因として怪しいのは、机上計算で 0.05 秒刻みに切り上げる前の数値です。ずれた2箇所だけは切り上げ計算の前から、0.05 秒刻みになっていたんです。綺麗に割り切れていたのね。そうなると、実験待ちの残り10箇所の中で、同様に綺麗に割り切れたのは2箇所あって、この2箇所も 0.05 秒ずれるのかが気になってくるところです。つまりもしかしたら、切り下げて 0.05 秒加算するのが正しい計算式なのかも、ということね。さてでは次は、最高速の黒曜石採掘です。確かにまあまあ早いわね。ウィキによると黒曜石の場合、金のツルハシよりもダイヤの方が採掘が早いらしいです。ただしこの企画では縛りの関係で、金のツルハシでの実験は行いません。さて楽な方からサクサクと3本こなしました。ここらでリスポーン拠点に戻ります。そろそろホームシックが悪化したの？まだ息抜き中なので、ダイヤ掘り再開は今少し先延ばしするつもりです。それより夜間実験対策にガラスを、つまり砂をかき集めてこようと。要するにぼちぼち次のバイオーム探索の遠征しようと思った次第です。地図の材料を取りに来たのね。で、地上に再び出てきたところで気づいてしまいました。ガラスは精錬するのが面倒で、ここは葉っぱを集めた方がお手軽なんです。でも、実験の息抜きに遠出したかったんじゃなかったの？夜間施設が完成するまでもう一頑張りします。さてそれからは、夜まで余った中途半端な時間を使って葉っぱを並べて、一晩寝たら早朝から採掘実験再開の生活を繰り返し、そしてついに、夜間実験できる施設が完成しました。ちなみに葉っぱは直射日光は遮断しますが松明の明かりは透過するので、周囲に松明を追加しています。内側のモブの湧きつぶしもバッチリというわけね。あ、いえ、面倒だったので湧きつぶし具合は多分です。ともかくこれで心置きなく遠征に出れるわね。何やってるの？せっかく作ったのだから試さないと。で、黒曜石を30個ばかり掘ったところで夜になりました。ふと思ったのですが、掘り始めの地点の延長上すぐにモブが湧いたら、背中から襲ってきたりしないでしょうか。襲ってくるわね。さっさと掘って距離取らないと危ないわよ。すでに目いっぱい頑張って掘ってます。結果としてはモブは湧かず、空が明るくなりかけたところでゴールです。で、やっとビーコンレベル2の調査が終わりました。振り返ったら湧いてた、みたいなこともなさそうです。さて、ビーコンのレベルを1に下げます。そしてさすがに今度こそ、ぼちぼち息抜きを入れる頃合いです。やっと遠征に出るのね。ところがここで、盲点に気づきました。金の人参を作り足しに拠点に戻ってみたら、ほぼ目いっぱい作ってもワンスタックに届かなかったんです。前回の探索では約40本消費しており、探索の仕方次第では49本では足りなくなる恐れがあるんです。その時には上位の金リンゴを食べればいいのよ。嫌です。悩んだ挙句、バイオーム探索の前にブランチマイニングを、ブランチマイニングの前にビーコンピラミッドを解体して地下に持ち帰りたい。という風に考えて、ビーコンが必要なあと2本だけ実験を今進めることにしました。そしてようやく、ビーコンを使う実験まで終了させました。なお採掘速度ですが、結局ここまで机上計算とずれていたのは2箇所だけでした。
ずれると見込んでいた赤枠の秒数は、机上計算と一致してしまい、一層謎が深まった感じです。わけがわからないわね。ちなみに黒曜石を並べているとき、背後がおっかないです。それはともかくもう一つ。今回の実験で、ビーコンまで含めた式もほぼ裏が取れました。採掘速度向上の効果のことね。まあ式には 0.05 秒の誤差が残っていますが、いずれなんとかどうずれるのか解明できればと思っています。はい。うおー。生きてる。うわー。なんでノーダメージなのよ。わかりません。エンチャント防具とビーコンの再生効果のおかげでしょうか。なお、スローで確認すると、どうも私は、クリーパーの中の人になっていたようです。覚えている限りでは初体験です。で、死を覚悟したのはほんと久々でして、この後は両手の力が思うように入らなくなりました。中の人のままでいたら爆発耐性の実験ができていたのにね。さすがにハードコアなので勘弁してください。さて実験施設を修理したところで、今回はここまでです。というか限界です。次回ですが、金の人参を量産し次第、バイオーム探索を再開しようと思っています。あとキノコとメサだけでハードコアでの冒険の時間実績解除達成ですので、意識せざるを得ません。まあでも、実験の残り2本も気がかりで、順に頑張っていきます。どれ選んでも不毛プレイなのよね。それではまたね。バイバイ。